前回の動画では信号発生器を製作するプロジェクトについて説明しました。製作する信号発生器の仕様はこちらのぶら下き部分になります。本日の動画では信号発生器の開発状況の確認と FM 変調の交代期間について説明します。先ほどの表でハテナがついている部分について皆さんにアンケートを取りました。その結果、周波数範囲はこちらの表を見ての通り 50MHz から 2GHz にしました。アナログ変調に関するアンケートでは AM 変調、FM 変調の両方が欲しいという結果になりました。FM 変調については実装します。そして AM 変調は実装する方向で検討していて、安価で小型な回路を模索しています。外観についてはこちらの Arduino の UNO にスタッキングできる基板サイズを検討しています。そしてこちらの出力レベルについてはプラス 10dBm とかなり高い値で設計するなぁと思われる方もいると思います。なぜこの値にするのかというと、パッシブミキサーの入力レベルがプラス 4dBm からプラス 10dBm 程度が一般的なのと、ドライバーアンプ、パワーアンプを評価する際にもこれぐらいの出力レベルがあると便利だからです。次に開発フローです。先ほどのように製作したい信号発生器の仕様をまず先に決めます。次に基本設計に移ります。基本設計ではブロック図の製作と評価基板での評価があります。ブロック図は仕様通りの性能が出力できる部品の組み合わせを図に表したものです。仕様通りの性能になるかわからないときは、メーカーが提供している評価基板を用いて先に性能評価を行います。先に性能評価を行うことで本題点を抽出することができます。そしたら次にこの詳細設計に移ります。詳細設計では回路図を書いたり、仕様通りの性能を満足するためにシミュレーションを用いて検証を行います。シミュレーションを用いることで基板試作前にある程度の問題を潰すことができます。そしたら次に部品手配を行って基板設計、基板試作、そして部品実装に移ります。この部品実装した基板に対してデバッグ評価を行います。デバッグ評価には動作検証と温度特性があります。温度特性とは使用温度で性能を満足しているのかの確認を行う作業です。現在の信号発生器の進捗としては、この仕様の決定がほぼ完了したということで、基本設計のところに移っている段階となります。それでは FM 変調の交代期間について見ていきましょう。本日はこれですね、アリエクスプレスで購入した RF 信号源信号発生器の紹介と、私が今進めているこちらの信号発生器の開発状況について話します。それでは開封していきます。シンプルにこのプチプチの中に入ってるだけみたいですね。これが多分周波数とか決めるボタンスイッチで、これに LCD が表示されると思います。そしてあとはマイクロ B が電源供給源となってて、もう本当にこれだけですね。そしたらちょっと電源入れていきます。そしたら電源を入れます。次に測定はこれですね。i2SA スペクトラムアナライザーです。まずは出力周波数を 100MHz に設定してみます。ここらがメガヘルツのとこがミリヘルツとなって最初1ミリヘルツで設定するのかなと思ってたんですけど、これはメガヘルツのようです。そしたら 100MHz に設定して OK をします。i2 スペアナで見るとちゃんと 100MHz が出力されていることが分かります。次に 200MHz に設定するにはクリアをして 200MHz に設定して OK をします。
そうすると 200MHz になってますね。だいたい出力レベルはマイナス 0.4dBm のようです。でこれ周波数ステップが 1kHz と今なってるんですけど、その他にどのような設定があるかというと、プラスボタンを押していくと、プラスボタンじゃないな、この横にシフトするボタンを押していくと 10kHz になったり 100kHz、1MHz、そうですね、1kg、10kg、100kg、1MHz のステップで周波数が変換できるようです。そしてじゃあプラスにして201にすると、そうですね、201MHz になってます。次にステップアップしていくと202、203と周波数がステップしているのが分かります。これは結構使いやすいですね。こうやって周波数をインクリメントできるので220に今設定したんですけど、で穴の方もちゃんと変わってますね。これは非常に使いやすいですね。そうするとこうしてクリアしてまた出力が出ない状況になります。でこれどこまで周波数が出せるのかというと、PLL 自体は4ギガぐらいまで対応しているので、確か35メガから4ギガヘルツまで出力できたかなと思います。第2スペアナの方が上、そんなギガヘルツ帯まで見られないので、ちょっと高い周波数も見てみますか。950メガぐらいで出してみましょうか。950メガヘルツに設定すると、そうですね、今一番端っこですけど、なんか赤くなっちゃってますね。950メガヘルツ一応出てるようで、でも出力レベルがマイナス 25dBm となってるので、この PLL 回路が出せてないのか、このタイニースペアナが出力レベルがちゃんと取得できてないのかちょっとわからないですね。ということで今度はこの PLL 回路を改造していきたいと思います。この PLL 回路、信号発生器のところにどんな改造をするかというと、今こちらの PLL 回路には欠点があって、それは変調ができないことです。この先ほどの周波数ステップのところですね、こちら変調がかけられるのかなと思う方もいるかと思うんですけども、先ほど説明した通りこれは周波数のインクリメントができるという機能になるので変調はかけられません。ということでこれに変調機能を追加して改造していきたいと思います。どうするかというと、こちら前回の動画で説明したこの回路をこちらに実装すると変調がかけられるようになります。それではやっていきましょう。
回路が完成したので FM 変調の実験をしていきます。こちらがオーディオを入力する端子となります。オーディオを入力するためにはどうするかというと、こちらパソコンから入力されたところ、このプリアンプ 2SC1815 のトランジスタを使って増幅して、この信号をここに入れていきたいと思います。まずどんな波形かというと、パソコンから 10kHz を出力します。こんな波形ですね。こちらをここに入力していきたいと思います。それでは接続していきます。100MHz に設定します。次に周波数を 20kHz から徐々に高くしていくとどうなるのか観察していきましょう。だんだんここの横の広がりが大きくなってくるのがわかると思います。ちょっとスペアナのこのタイニースペアナの特性もあるんですけど、本当はもうちょっとレゾリューションバンドうまくできれば見やすいんですけど、だんだん周波数が高くなるとここの山のもっこりが見えてくるのがわかると思います。だんだん見えてきましたね。このように FM 変調はセンター周波数に対してこのように音声の間隔で出力されることがわかります。だんだん周波数が高くなるに従って右側にずれていくことがわかると思います。服しか食べたくありません。私はこの夏乗り切れるでしょうか、といただいています。いかがでしょう、副院長。でも、気持ちはわかりますけどね。その暑い時は、もうなんか食べれないのアイスいいなっていうのだけど、乗り切るってなった時にはちょっと怖いですよね。それだけだと。なるほどね。院長。暑くてね、食欲がなくなるっていうのは分かります。それはもういろいろ夏バテでしょうね。マイクで音拾えてないみたいですね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の解説は以上となります。このような形で信号発生器の開発状況をお伝えしていこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。
とまチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。